皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことをわかりやすい日本語でお届けしています。さて皆さん最近はいかがお過ごしですか？早速ですが、今回のテーマは日本語が上手な人の特徴です。皆さんはもっと日本語が上手になりたい、もっと早く上達したいと思ったことはありませんか？実は日本語をすごく上手に話す人にはある共通点があります。今日はそんな人たちがどんなことをしているのか、どんな考え方をしているのかをわかりやすくお話ししていきます。私も英語を勉強した時にたくさん苦労しました。上手に話せなくて恥ずかしかったり悔しかったりしたこともあります。でもいろんな工夫をしながら勉強して少しずつ話せるようになりました。だから皆さんが日本語を上手になりたいという気持ち、私もとてもよくわかります。きっと今ここにいる皆さんの中にも早く日本語を話したいな、日本人のように話せるようになりたいなと思っている人がたくさんいると思います。そんな皆さんに今回はいくつかのヒントをお伝えします。この動画を最後まで見て皆さんの日本語学習に役立ててもらえたらとても嬉しいです。ではまず日本語が上手な人の特徴についてお話ししていきますね。これは私がいろんな外国の人と話してきて、この人日本語上手だなと思った人たちに共通していることです。まず一つ目の特徴は発音やイントネーションが自然なことです。発音というのは言葉の音の出し方のことです。イントネーションは声の高さや下がり方のことです。例えば、ありがとうのあのところを強く言いすぎたり、変な場所で声を上げたりすると、ちょっと不自然に聞こえますよね。でも、日本語が上手な人は、音の出し方がとても自然です。日本人と話しているのと同じように聞こえます。次に二つ目の特徴は、文法だけじゃなく、自然な言い方を知っていることです。例えば、何々してもいいですかという言い方は、教科書にも出てきますが、日本人は普段、何々していいとか、何々しても大丈夫ということが多いです。こういう自然な言葉を使える人は、日本語が上手と思われやすいです。三つ目は、相手との距離感や敬語の使い方が上手なことです。日本では、友達と話すときの言葉と、先生やお客さんと話すときの言葉が違いますよね。例えば、ありがとうとありがとうございます。ごめんねと申し訳ありませんなどです。日本語が上手な人は、こういう言葉を相手によって使い分けるのがとても上手なんです。四つ目は、会話のテンポや相槌、話すタイミングが自然なことです。相槌というのは、誰かが話しているときに、うんうんとか、そうなんだと反応することです。実は、日本人は会話の中で相槌をたくさん使います。なので、相槌を上手に使える人は、日本人同士で話しているような自然な会話になるし、日本語もとても上手に聞こえます。五つ目は、表情やジェスチャーです。日本人は言葉だけじゃなく、にっこり笑ったり、うなずいたり、手振りを使って気持ちを伝えることが多いです。日本語が上手な人は、こういう言葉以外の部分も上手に使っています。
皆さんも言葉だけでなく、リズムや表情、反応なども意識してみてくださいね。次は、日本語が上達するのが早い人の共通点についてお話しします。日本語が上手な人にはいくつかの共通した行動や考え方があります。どれも特別な才能ではなく、誰でもできることばかりです。今回はその中から大切なポイントをいくつか紹介しますね。まず一つ目は、たくさん話す人です。まだ完璧に話せないからと話すのをためらう人も多いですが、上達が早い人は間違いを気にしすぎず、どんどん話します。うまく話せなくても、まず伝えようとする気持ちがとても大事です。完璧じゃなくても、伝われば OK という考えで、怖がらずに話す人は、どんどん上達します。二つ目は、日本語のシャワーをたくさん浴びている人です。日本語が上手くなる人は、毎日日本語を聞いたり、読んだりする習慣があります。アニメやドラマ、YouTube、SNS など、楽しく見ながら学んでいます。例えば、毎日10分でもいいので、日本語を聞く時間を作ることはとても効果的です。それを続けるだけで、耳が日本語に慣れて、自然な言葉や発音が分かってくるようになります。三つ目は、周りの人に質問したり、真似するのが上手な人です。例えば、これってどういう意味と聞いたり、ネイティブの人が使っていた表現をそのまま使ってみたりします。真似する力がある人は、とても早く言葉を覚えます。先生や友達の言葉をよく聞いて、あ、こうやって使うんだ、とすぐに取り入れることができるんです。四つ目は、間違えた時にメモをして振り返る習慣がある人です。ただ話すだけではなく、なぜ間違えたのか、どう言えばよかったのかを考えます。そして、語彙や文法を少しずつストックしていきます。自分のノートを作って繰り返し見直すことで少しずつ正しく使えるようになります。5つ目は好きなことと日本語をセットにしている人です。例えばアイドル、アニメ、ゲーム、料理など自分の好きなことと日本語を一緒に楽しんでいます。好きなものがあるイコールモチベーションがあるので学ぶのが楽しくなります。そうすると無理に頑張らなくても自然と続けられるんです。そして6つ目は日本語を使いたい理由がはっきりしている人です。日本で働きたい。日本を旅行したい。アニメを字幕なしで見たいなど目標がある人はやる気が続きます。何のために日本語を学んでいるのかが分かっている人は毎日の勉強にも意味を見出せます。このように話すことを怖がらない。毎日日本語に触れる。好きなこととセットにする。日本語を学ぶ理由がある。など、ちょっとした工夫のある人は、日本語がどんどん上達します。皆さんもぜひ、この中の一つだけでも取り入れてみてくださいね。続けることで、きっと変化が見えてくると思います。ここまで、日本語が上達するのが早い人の共通点をお話ししてきました。では逆になかなか上達しない人にはどんな共通点があると思いますか？次は上達が遅くなってしまうあまり良くないパターンを紹介します。まず一つ目は間違えたら恥ずかしいと思って話さない人です。間違えるのが怖くて話すのをやめてしまうと
会話の力がなかなか伸びません。日本語は使えば使うほど上手になります。間違えることは成長のチャンスです。二つ目は、インプットばかりでアウトプットが少ない人です。例えば、動画を見たり、本を読んだりしているけれど、自分の言葉で話す練習をしていないという人です。見る、聞くだけではなく、話す、書くもバランスよくすることで、日本語はもっと上手になります。なので、アウトプットの時間も意識して増やすことが大切です。三つ目は、一人で勉強していて、日本人と話す機会がない人です。日本語は会話で使う言葉です。誰かと話すことで、自然な言葉やリズム、表現が身につきます。少しでも日本人と会話するチャンスを作ることが大切です。アプリやオンライン会話、イベントなど、今はいろんな方法があるので試してみてくださいね。4つ目は、自分に合わない勉強法を無理して続けている人です。例えば、この本は人気だからと思って読んでいるけれど、実は楽しくないと感じている人はいませんか？それだと勉強を続けるのが難しいですよね。自分に合った方法、自分が楽しいと思える学び方を見つけることが上達の鍵です。上手になる人となかなか伸びない人の違いは、ちょっとした考え方や習慣にあります。今、うまくならないなと感じている人も、やり方を変えるだけでぐんと上達することがあります。なので、間違いを怖がらずに話す練習を増やす、日本人と話すチャンスを作る、自分に合ったやり方を見つける、この4つを少しずつ意識してみてくださいね。ここまで日本語が上手になる人の特徴や勉強のコツをお話ししてきました。でも、どんなにいい方法でも長く続けることが一番大切です。そのためには、モチベーションを保つことがポイントです。なので次は、日本語の勉強を楽しく続けるための工夫をいくつか紹介しますね。まず一つ目は、小さなゴールを決めることです。例えば、今日は新しい言葉を一つ覚えるや、このフレーズを一回使ってみるなど、すぐにできる目標にするのがポイントです。大きな目標だけだと、達成するまでの道のりが遠すぎて大変に感じてしまいます。でも、小さなゴールなら毎日ちょっとずつ達成できます。できたという気持ちがモチベーションになります。二つ目は、自分の好きなことを日本語でやってみることです。例えば、アニメやアイドルが好きなら、その動画を日本語で見たり、日本語のコメントを読んだりすると楽しくなります。料理が好きなら、日本のレシピを日本語で読んで作ってみるのもおすすめです。好きなことと日本語をセットにすると、学ぶのがもっと楽しくなります。三つ目は、SNS、YouTube、ポッドキャストなどを上手に使うことです。今はスマホやパソコンでたくさんの日本語のコンテンツが見られます。自分のレベルに合ったチャンネルや番組を選んで楽しみながら学べる環境を作るといいですよね。たくさん聞いているうちに耳が慣れてきたり、よく使われる表現を自然に覚えたりできます。4つ目は、日本語を話せる仲間や先生、日本人の友達と交流することです。一人で勉強するのも大切ですが、誰かと一緒に学ぶともっと楽しくなります。友達と日本語で話して通じたという経験はすごく自信になります。
また、他の人の学び方を知ることで、自分の勉強法も見直すことができます。そして最後に、一番大切なことは、少しずつで大丈夫という気持ちを忘れないことです。昨日より一歩前に進めたかな。そんな風に比べるのは他の人じゃなく、昨日の自分にしましょう。毎日少しでも前に進めば必ず上達します。焦らず自分のペースで続けていくことが一番の近道です。今回は日本語が上手な人の特徴についてお話ししてきましたが、いかがでしたか？改めて思うのは、日本語が上手な人には行動力と楽しんでいる気持ちがあるということです。つまり、話してみよう、間違えてもいいからやってみようと自分からチャレンジする人がどんどん上手になっていきます。そして、日本語って面白いな、もっと知りたいなという気持ちを大切にしている人は、続ける力も強いと感じます。日本語が上手な人を見て、特別な才能があるから上手なんだと思うかもしれませんが、そんなことはありません。日本語が上手な人は、小さな努力を毎日コツコツと続けている人です。もちろんすぐに話せるようになるわけではありません。時々うまくいかなくて大変だな、疲れたなと思う日もあると思います。でもそれでも大丈夫です。自分のペースでゆっくりで OK です。一番大事なのは楽しみながら諦めずに続けることです。言葉を学ぶことはまるで新しい世界のドアを開けるようなものだと私は思います。新しい言葉を知るたびに皆さんの世界がどんどん広がっていきます。なのでこれからも楽しむ気持ちを忘れずに日本語の勉強を続けていってくれたら嬉しいです。では最後に皆さんに質問です。あなたがいつも意識している勉強法はありますか？あればぜひコメントで教えてください。そしてどうして日本語を学びたいのか、日本語が上達したらどんなことをしたいかもぜひコメントでシェアしてくださいね。コメントはアウトプットの練習にもなるので、間違いを気にせず気軽に書いてみてくださいね。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。